あれ、おやすみ。通行止め、マジか。やばいやばいやばい。こんにちは、ルックアラウンドヨネちゃんです。アラフィフ男のバイクで日本を巡る旅。前回は広島で市電に乗って原爆ドームと資料館を見学。後期の広島市内を抜けて呉に移動し、大和ミュージアムと鉄のクジラ館へ。戦争被害と技術遺産を感じました。呉の港の迫力すごい。小雨降る中、しまなみ海道を渡り、四国中央でできたばかりのコンテナホテルにチェックイン。夕方から雨は線状降水帯になり、夜中中降り続け、朝ドラを見てる間にようやく上がりました。亀ヶ森林道 UFO ラインは濃霧で真っ白け。絶景はどこへやら。雲が山肌を流れていき、より一層険しい景色に見えます。ところが石槌スカイラインを降りていくうちに晴れ間が広がり、とっても爽やかな空に。素晴らしい絶景を見ながら四国カルストでキャンプできました。おはようございます。四国カルストで、一晩明かしました。とても星が綺麗だったです。でもすんごい寒かった。日の出もね綺麗に見えました。今日は、これから桂浜の方に向かって徳島香川の方を抜けていきたいと思います。スーパー林道の入り口の近くに未来コンビニっていうのがあるらしいので、ちょっと寄ってみようかなと思います。では。高知県の道の駅布施ヶ坂で、おはぎとごちそうカツ、これね常温保存できるみたいなんで、架空っていう、自家製スモーク工房
作ったスモークナッツを買いました。実はねここね、個別に寄りたいなと思ってたんですけど、道の駅で売ってたんでラッキーでした。桂浜公園の坂本龍馬像前です。この辺は修行館とかなんかそういうので駐車場入場料が必要でしたちょうど室戸岬の方とかに行くとトラックの後ろに龍馬だけがなぜモテる俺は武闘派慎太郎って書いてあるトラックがいたりとかするんで、四国の人でも一筋縄ではないという感じだと思います。桂浜公園でした。この何でもなさそうな角を曲がると四国を横切る代表的な国道の一つ、国道195号線が始まります。剣山スーパー林道に向かう人にはおなじみですが、途中に柳瀬隆記念館とアンパンマンミュージアムもあります。ドーム型の波板は四国にいくつかあるライダーズインの一つ、ライダーズイン奥物部です。物部川に架かる橋が書き換えられてますね。この橋を渡ったところにある奥物部ふるさと物産館、この前で25年ぐらい前なんですけど、インターネットジェベルオーナーズクラブのオフ会があって、みんなでスーパー林道を走りに行きました。当時より周りの道がすごく綺麗になりましたね。四国は中央構造線もあるし、山脈が東西方向に向かって、そこに川が流れて、国道も大体それに沿って走ってる感じです。この195号線も高知側は物部川、徳島側は中川に沿って走って、南北にいつも山が迫る風景が続きます。高知県から徳島県に入った中川に架かる平橋、ここが剣山スーパー林道西コースの出口ですね。前回来た時はここから入りました。今回は後で吉永方面に抜ける国道193号線を通る予定で、そこでスーパー林道西コースの入り口があるので寄ってみようかと思っています。徳島県中郡の未来コンビニに来ました。これ山の中なんですけど、そうですね、道の駅みたいな感覚ですかね。そういうコンビニとしてオープンして結構何年か前から注目をしてきたんですけども寄ってみたらなんと定休日でした。ごめんなさい。はい、定休日毎週水曜日、今日はね水曜日なんですというわけでしてしょうがないですね道の駅的な感覚で寄れて、周りの情報とかも集められて、地域の物産を手に入れられればいいかなと思ってたんですけども、またの機会に。
あ、僕も後で行きます。うどんの町を素通りしてしまうのが残念ですが、瀬戸大橋で本州に戻ります。東側から高速道路で西側から鉄道が合体するなんてすごい構造ですよね。しまなみ海道より前の時代の橋なので、あちこち改修工事が行われていました。高速を降りるとすぐお城が見えてきました。ここはお菓子の寿城というそうで、地元に愛されるお土産お菓子メーカー寿スピリッツさんの自社直営店舗兼工場だそうで、なかなか異彩を放ってます。これ観光で来てたら絶対寄っちゃいますね。
はーい。出雲市の国道9号線沿いにある道の駅湯の川に立ち寄ってます。9号線ってね、すごい幹線道路なんであれなんですけど、トラックも何台もいて、トラックステーションみたいな感じにもなってるし、名前の通り温泉もあるし、トイレもすごい立派だし、電気自動車も充電できるしね、あと車中泊してる人とかもまあまあいたりとかして、道の駅全般的に言えることなんですけど、二輪の駐車場があるところがごく一部しかなかったです。二輪用の屋根がついた駐車場があるところが欲しいですね。車のためには融通は効いてるんですけど、道の駅はどこを管轄してるかわかんないですけど、もし僕が運営側に回るんだとしたらそこをよく考えますね。道の駅湯の川からでした。梅雨シーズンのこの旅では天候に応じてルートを変えていますが、明日には大阪入りしてしあさってにはバイクメンテナンスの予定を入れていて、今日は大山人形峠持ヶ瀬町の水辺のキャンプ場に向かう予定です。こんなにお天気いいですけど、昨日の朝までいた四国山陽地方は雨なんです。中国地方で行きたい場所を考えた時に数ある候補の一つとして漠然と人形峠が頭に浮かんでいました。なんとなく裏寂しい名前だとか、天然ウランの採掘が行われていたこととか、ちょっとどんな場所なのか気になるじゃないですか。そもそも核燃料って言われても今はネガティブな印象が多いし、だから来てみたかったんです。現在は海外のウランの方が安いので採掘はしていなくて、有事の際の物資温存と、技術継承のために日本原子力開発機構の事務所が設置されているそうです。
こうと思ってた用瀬町の水辺のキャンプ場がまさかの工事で使えず、とりあえず鳥取方面に向かっています。お、電車来た。因美線のスーパーアクトでしょうか。後ろと前で形が違うんですね。鳥取といえばスズキのはやぶさのイベントが行われるはやぶさ駅が近いので寄ってみることにしました。こんなちっちゃい集落にあるんですね。とっても可愛い駅です。はやぶさ祭りの時はものすごい台数のバイクが集まると思うんですが、今日はほぼ誰もいませんでした。駅前に堂々と止めて撮影してたら電車が来ました。ひとまず今晩は鳥取駅前のビジネスホテルを確保して、これから鳥取砂丘に行ってみることにしました。こんな調子で行き先を変えて旅をしています。この道は川原谷津フルーツラインというそうで、ちょうど画面の向こう側に八東川とはやぶさ駅があるんですが、いろんな果樹園が見えています。鳥取といえば柿とか梨が有名ですよね。ぶどう畑とかイチジクなんかもあるようでした。鳥取砂丘行きました。すごいね、みんな登ってて初めて来た時オフブーツ、オフロードのブーツ履いてヘルメット持ったまま真正面からあれ登った気がしますめっちゃ大変だった気がするな。その後横から登れることを知って自分は何やってんだろうって思いました。いやー、ちょっと今はあれを登る気にはならないですけどもう砂も大変だしね。いやー、暑さ格別ですね。鳥取砂丘の砂と一緒にコーヒー豆をローストして、その豆を売ってましたちょっと焼き芋みたいな感覚で美味しいんじゃないかなとか思いましたけども、他にも砂地を生かしたね作物とかありますんで、鳥取は結構、野菜の美味しいところでも知られてますよね。はい、鳥取砂丘でした。砂丘の風景を捉えた写真展、砂漠のロマンを感じちゃいますよね。その他砂丘の歴史とかイベントなどの展示があり、日暮れ近くまで散策してしまいました。草抜かないと砂丘じゃなくなっちゃうんだ。さて、いよいよ明日から大阪に向かいます。ではまた次の動画で。